明けましておめでとうございます。年末は草津で過ごした太極拳アスリートの頼みです。はい。ということで皆さん年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。僕はですね、群馬県草津温泉というところにある温泉地に行ってまいりました。1年間太極拳でですね、酷使した膝と腰を休めに行ってきたんですけれども、やっぱりですね、44度とか45度っていうこの高温の温泉に浸かることによってですね、もう体の疲れは一気に吹き飛びましたね。効能もあるんでしょうけども、もう温泉に入った次の日からすごい体が辛くてですね、この2025年新年はすごいいいスタートを切ることができたなと思ってます。はい。ということで、今回は今日から始められる太極拳基礎編ということで始めていきたいと思うんですけども、今回やる内容としてはですね、初回ということもありますので、主形3つ、それから補形3つ、これを紹介したいと思います。で、今回はですね、いつもと違ってここで撮るのではなくて、スタジオの方を借りてですね、撮影してまいりましたので、そちらをご覧ください。はい、それではですね、今回は24式太極拳で使う主形を3つ、それから補形を3つ紹介したいと思います。で、まずね、この主形、手の形なんですけども、24式太極拳ではですね、3つしか使えません。小と拳と攻守、この3つだけですね。なんですけど、これを各ね、それぞれ主形説明したいと思います。で、まず1つ目なんですけど、この小ですね。手のひらです。これがほとんど太極拳では9割以上ね、ほとんど小でこうやってやります。で、なぜかっていうとあまり積極的に攻撃するとかっていう動作が太極拳にはないんですよね。なので基本的には払うとか受け流すとかっていう動作になりますので、基本的にはこの小を使います。で、これの使い方やり方なんですけど、特に難しいことはないんですけど、ただね一応説明しておきます。で基本的には横から見た時、ここちょっと丸みのある感じ、ピーンと伸ばしたりとかですね、あるいは力を抜きすぎちゃったりとかっていうのをしないように、これはしないようにしてもらって、ちょっと丸みを帯びた感じで、一番重要なこととしてはですね、こちらですね、この親指と人差し指の間、これ風孔と言いまして、気の通り道になってるんですよね。なのでここはピタッとくっつけたりしないように、これはちょっと開けときます。で、この各指のこの間ですね、ここも少し間隔を取ります。で、そうすることによってですね、力が抜けますので、これピタッとくっつけちゃうとやっぱ力が入っちゃったりとか、あとはグッてやってこれも力が入っちゃうんで、力が抜ける位置で揃えます。で、コツとしてはですね、この各指にちょっと小さい空気のボールが挟まってるような感じで思っていただけるとですね、ちょうどいいこの丸みになるかと思います。はい、これが小です。で、次、剣ですね。剣はこの小からちょっと小指側からね、指を巻き込んでいって、で最後に親指をパタッとつける。この状態が剣です。拳ですね。で、これはやっぱ打っていく動作、24式だとね、1個しかないんですけど、打ったりする動作に使われます。で、これの気をつけてほしいポイントなんですけども、力を入れないということです。握るとどうしてもグッて力入っちゃうんですけど、これ力をですね、ふーっと抜く。自然と柔らかいぐらいでやってもらって、でちょっとね、それで注意してほしいところとしては、力を抜くからといってですね、この親指が適当な親指にならないということですね。これはしっかりここにピタッとつけておきます。で、あと横から見た時にですね、ここがね緩むっつって、こうやって開いちゃうこともよくある。力が抜けすぎちゃうっていうかね、適当になっちゃったりするんですけど、ここを適当にしない。これしっかり巻き込むようにしていけばですね、ここ隙間ができませんので、しっかり巻き込んで作ってください。で、もう一つ、この剣面ですね、ここを平らにして打つというのが重要になります。打つところなので、これがですね、バラバラになってたりしますとですね、ちょっと自分の手も痛めてしまうかもしれないし、剣術によっては多少緩みを持ってやることもあるんですけど、太極拳の場合はですね、ここはきちんと揃えて行います。はい、これが剣です。で、もう一つ、攻守ですね。攻守はあんまりちょっとね、想像できないというか、太極拳やったことない人はね、攻守ってあんまりないこういう手なんですけど、これは相手の手をですね、例えば掴んで引いたりとか、こういう時に使う動作なんですけど、手形なんですけども、作り方としては5本の指をつまむような感じ、つまむような感じで作るのが攻守です。で、注意していただきたいポイントは、横から下から見た時にですね、この5本の指がそれぞれくっつくことですね。これが例えばずれたりとか適当になっちゃったりしないということです。適当になっちゃうとね、ちょっとかっこ悪いので、
かっこ悪いしね、力もちょっとこう伝わらなかったりするので、つまむような感じで持っていただけるとグッドです。でこれの気をつけてもらいたいのは、この5本指をつけるということと、あともう一つここですね、手首。これ結構緊張しやすくなります。結構ねこうグッてこう力が入っちゃったりするんですけど、ここのところはですねちょっと力を抜きます。こんな感じでですね、太極拳の場合はですね、他の拳術なんかだとこうグッてこう力を入れて張り出すってこともあるんですけど、太極拳の場合はですね、ここを緩めた状態で行います。はい、以上が手形3つでした。はい、そしたらですね、次は歩形を3つ紹介したいと思います。で、歩形はですね、細かく説明すればたくさんあるんですけど、その中でもですね、主に使うような歩形、解説が必要かなっていう歩形をですね、3つ紹介したいと思います。で、まず1つ目なんですけど、ゴンブーですね。ゴンブーはですね、まずこう立っていただいて、で、この間隔、大体拳2個分ですね、こう取っていただきます。これ1個分ってこと、動作とか人の体格によってはですね、拳1個分だったり2個分だったりするんですけど、とりあえず今回はこの2個分で説明したいと思います。で、拳2個入る間隔を取っていただいて、で、この状態からですね、どっちの足でもいいんですけど、今回は右足をかかとを軸に45度ぐらい外に開きます。で、開いた状態でそのままズズズズズっとこう後ろに持ってってください。なのでこのかかととかかとの間に拳が2個入る状態になってます。でこの状態で前の足少しこう折っていきます。で上から見た時にこのつま先が膝でギリギリ隠れない程度、ここからですね目線下に向けた時につま先が膝でギリギリ隠れない程度に曲げてください。でこの状態で後ろ足は膝は曲げずに伸ばしておきます。でもし鏡なんかがある人はですね、鏡を前に立っていただいて、この左足と右足の間にこの自分の中心線、この体の軸があるように確認してください。これがですね、例えばこっちに寄っちゃってる、左足に軸が寄っちゃってたりすると、こっちの足にきちんと力が伝わってないことになるので、この真ん中の線がしっかりこの体、足と足の間にあるのを確認できる人は確認してみてください。でこの状態、これがゴンブーです。でこれ横から見るとですね、はい、こんな感じでですね、後ろの足はこう膝が伸びてる。で前の足は膝がこのつま先から出ないぐらい。これがですね、こう出ちゃったりするとこの膝を痛める原因になりますので、膝は上から見た時につま先が膝がつま先から出ないぐらいをチェックしてください。で後ろの膝は伸ばす、はい、これがゴンブーです。あともう一つ、体がですねこう前にこう倒れちゃったりとかですね、あるいは後ろにこう反っちゃったりしないように、体はまっすぐな状態、これも鏡でね見られる人はね確認してもらうといいんですけど、体はまっすぐな状態で行います。はい、でこれがゴンブーでした。で、次 C ブーですね。C ブーはまず拳1個分ぐらい、1個分取っていただいて、で足はですね、30度ぐらいですね、ちょっと開いていただいて、でそのまままた後ろに下げましょう。今拳1個分の間隔がかかととかかとの間にある状態です。でここからもう少し下げた方がいいかな。ちょっとね前後の幅はちょっと微調整してください。で、後ろの足に重心をかけていきます。座るような感じですね。座るような感じにして、そうすると前足軽くなりますね。こう上げられる状態です。上げられる状態でつま先立ちになる。はい、でこの状態が C ブーになります。注意してもらいたいのは、上からこう見た時にこのつま先と膝が同じ方向を向いているということですね。これが例えばですね、つま先の方向こちらに対して膝がこっちにこう入っちゃったりするとですね、これ怪我の原因になりますので、しっかりこれはつま先と腰、つま先と膝は同じ方向に向けておく。これが C ブーになります。はい、これ横から見てみましょう。横から見るとこんな感じですね。こんな感じで、前の足はほとんどこれもう軽い状態、だいたい感覚で言うと9対1ぐらいの感じです。若干重心が体重かかってることはかかってるんだけども、すぐ上げられるような状態で、膝はこっちに向いている。これがねこう入っちゃうとこれ膝怪我の原因になるので、しっかり外にこう張り出すようにしてください。でやっぱりねこの時も体がですねこう前にこう前傾してたりとかですね、後ろにこう股関節が伸びきってしまったりしないように、しっかりここは股関節しっかりここは入れて、この状態を作ります。はい、これが C 部です。で3つ目
プーブーですね。プーブーは24式太極拳では1回しか出てきません。シャーシードゥーリーの時のシャーシーの姿勢ですね。24式の場合はここから行くとして、ちょっと足をちょっとだけ開いた状態からこの左足を右足のかかとの位置まで下げます。でそしたらこのままスーッと結構広めに間隔を取って、でこの状態、今左足のつま先と右足のかかとが同じぐらいの線になってます。でここからですね、右足に重心を乗せてしゃがんでいきます。でちょっと腰が回ったこの状態がプーブーになります。でこれですね、注意するべきポイントとしては、まずねこの膝、これがつま先よりこっちに入らないこと。こうなっちゃうとね、これ結局やっぱ膝の痛める原因になりますので、これはしっかりこっちつま先の方向に向けるということと、もう一つこっちの足ですね、これ足がこんな風に上がらないということですね。しっかり足の裏までつけて、こうちょっとストッパーにこうやった時にね、ストッパーになるような、ちゃんと重心がこっちにもかかってるという状態にします。はい、であとこの膝がこう曲がったりしないことですね。これしっかり膝は伸ばします。はい、ただプーブーに関してはですね、ちょっと柔軟性とあと脚力も必要になってきますので、慣れるまでは無理をしないでですね、このぐらいの位置で、そんなしゃがまなくてもいいので、こんなぐらいですね、こんな感じでこのぐらいの高さで行っていただいて OK です。ただ注意してほしいのは、この膝がですね、高い位置だとしてもこう入ったりしないようにですね、しっかりこのつま先の方向にある。でこっちもきちんとこう膝がこう曲がったりしないでですね、伸びてる、こういう状態で行っていただくとグッドです。はい、ということで以上が基本的な歩型3つでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は太極拳の基礎的な手形3つ、それから歩型3つということで紹介してきました。はい、で現代はですね、インターネットの普及もありまして、この YouTube 上なんかで結構太極拳の情報を簡単に仕入れることができてですね、今まで太極拳をやったことがないっていう人でもですね、真似をすることができるという時代なんですよね。でそうなってくると基礎的なことが分からなくても、例えば24式太極拳真似できちゃうと。でやるとですね、それはいいんですけれども、やっぱり膝つぶれとかでですね、こう膝の故障につながったりしてしまうこともありますので、できればねこう教室に通っていただくというのをお勧めします。ただですね、やっぱりなかなかこう仕事の都合上とかですね、なんかいろいろこうね事情があって教室にはなかなかちょっと通えないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。でそんな方はですね、この動画とかその基礎的な動画とかね探していただいて参考にしていただくのがいいのかなと思います。太極拳はね健康体操ですのでね、それが不健康体操にならないように注意してやってみてください。はい、ということで今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人はチャンネル登録と高評価ボタン、それから絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。